この動画では MRF テンプレートの作り方について紹介します。概要欄から GHA プラグインへのリンクを開きましょう。最新版のファイルをダウンロードします。ダウンロードしたフォルダを右クリックし、すべて展開を押します。展開を押します。展開できたフォルダの中に MRF と名の付いた緑色のファイルが出現します。こちらを右クリックし、プロパティよりセキュリティの許可するというところにチェックを押します。続いて、グラスホッパーのファイルよりスペシャルフォルダーズコンポーネンツフォルダーを開きます。開いたライブラリーズというフォルダに MRF のファイルをドラッグ&ドロップします。これで準備は終了です。再起動すると MRF のタブが現れます。これよりモデリングを開始します。ナンバースライダーには必ず名前を付けましょう。扱うパラメータに関連する数値をあらかじめ計算しておきましょう。変数として使用しない値はパネルを使いましょう。部材の組み合わせを考えてオフセットを作っておきましょう。MRF のジオメトリータブ内のコンポーネントとデフォルトのコンポーネントを組み合わせることで 2D 平面で部材をモデリングします。バリデートコンポーネントではグラスホッパーの基本コンポーネントが使用できるかどうかを判定できます。この時点で高さ方向へムーブ、ローテート、オリエント等はできません。個別で複数のデータを入力する場合、マージで希望の順番のリストで入力してください。直接入力も不可です。入力部分にエクスプレッションを使うことはできません。逆にリストアイテムとして取得する場合、リストの順が揃わない可能性があるため、ソートコンポーネントを使いましょう。PFAB フィレットは直角に部材を組み合わせるため、余分に切り欠きを作るためのコンポーネントです。入力したモデルに上からフィレットのタイプ、エンドミルの直径、外角の敷地で、この数値以下になると自動でフィレットがかかります。同様に他の部材も設計していきます。ブーリアンを使用する場合はサーフェイスのエッジをくっつけてしまうと失敗する可能性があるので、必ず B のようにしてください。設計が完了したら、材料の厚みだけエクストルードコマンドを用いてモデル化しましょう。ムーブやローテートコマンドを使って立ち上げます。この手順をすべての部品で行います。E エクスポートアウトラインを使ってカットに使用する移動前のサーフェイスが入力されているコンポーネントに接続します。同じ形状の部材を切削する場合、入力端子ナンバーにその数を入力することで調整可能です。部品に名前を付ける場合は、そのサイズとラベルを入力しましょう。最後にファイルを拡張し GHX で保存して完了です。続いて Web サーバーにアップロードします。アップロードデザインを押し、利用規約を読み、設計した GHX ファイルをドラッグ&ドロップ、またはファイル選択をしてアップロードします。先ほど名前を付けたパラメータのみ右側に表示されます。
パラメータを決定したら、Generate ツールパスボタンを押しましょう。作成した GHX ファイルに問題がないか確認する機能があります。問題があった場合は、対応していないコンポーネントが呼び出されます。また、開発チームへフィードバックを送ることもできます。以上が MRF テンプレートの作成手順でした。